はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。では、続きからやっていきましょう。めぐれ警部。おお、コナン君、なんだね。小五郎おじさんが真犯人が分かったから関係者をみんなお寺の本堂に集めてくれって。それは本当か。分かった。すぐに皆を集めよう。は。後ろ向きながら返事とは。さて、これで事件の謎を解く手がかりは全て揃ったわけだ。みんなに説明する前に一つ整理しておこう。奇妙な事件だった。よし、今回の事件を整理して考えをまとめてみよう。正しい選択肢を選んでいきます。91。まず今回の事件の被害者の本島さんの直接の死因となった凶器は、スタンドのコード、ナイフ、凍ったプリン。凍ったプリンナイフでしょ。そう、背中を刺したナイフが本島さんを殺した凶器だ。92。ではこのナイフ、犯人は直接刺した、本島が自分で刺した、ボウガンで撃った、ボウガンで撃った、改造したボウガンで窓の外から狙われたんだ。93。ボウガンの威力は強力だからかなり遠くからでも殺害は可能だ。犯人がボウガンを撃ったのは離れ金付堂本堂の向かい側、離れでしょ。離れから狙撃した可能性が高いな。位置的にも本堂を抜けてまっすぐに狙えるし、アリバイも作れる。94。ボウガンで本島さんの部屋を狙うにしても、本堂にはすだれが降りていて狙撃は不可能だ。犯人はこうやって本島さんを狙撃したに違いない。本堂の上を越えて撃った。すだれを突き抜けて撃った。犯行後に下ろした。犯行後。やはりこの方法で本島さんを殺すには犯行後にすだれを下ろすしかない。95。しかし犯行後、みんなが大騒ぎしている時にすだれを下ろしに行ったような人物はいない。やはりこのトリックを使ったのだろうか。換気扇、ボウガン、今度こそプリン換気扇、離れの流し場の換気扇に巻きついていたあの糸、あれが殺害後にすだれを下ろしたトリックに使われたものだろう。換気扇が回れば糸が巻き取られる。確かにこの方法なら可能なはずだ。96。しかし本島さんの死体は窓から見えない部屋の中央に倒れていた。あそこに本島さんがいたとしたら、窓の外からボウガンで狙えるわけがない。やはりこうして狙ったに違いない。跳ね返らせた。長弾？追尾式ボウガンを使った。窓のそばにいた。窓のそば。そう、本島さんは撃たれた時、窓のそばにいたんだ。背中の汗の跡が窓枠を背にして座っていたことの証拠だ。97。しかしそれなら、なぜ死体は部屋の中央に倒れていたんだろう。誰かが動かした。刺された反動で動いた。死んだ後に動いた。誰かが動かした。死体の首にコードが巻きついていたことから言って、本島さんが殺されてから俺たちが部屋に入るまでに誰か部屋に侵入した者がいるはずだ。その人が死体を動かしたと考えられる。98。しかしちょっと待て。目撃証言では本島さんは考察されたという。この食い違いはどこから来たんだろう。目撃者が見た殺害現場の光景はやっぱり錯覚。フィルムに合成されたもの。本当の殺人フィルムに合成されたもの。リエさんたちが見たものは影だけだ。その影が本当に犯行が行われている時のものなのか。そうだ、犯人はあらかじめ映写するフィルム自体に殺人の光景の影を合成しておいて、それがその場で行われているように見せかけたんだ。そしてそれができる人間は限られている。99。さあ、ここがこの事件のポイントだ。犯行後、俺たちの前に部屋に侵入した人とは誰なんだ。その動機は一体何なんだ。そもそもこの事件の時、本島さんを殺そうとした人は何人だったんだ。あの奥さんと板谷だろ。だから2人。そう、あの時本島さんを殺そうとしていた人間は2人いる。この2人がそれぞれ全く別に同じ時に本島さんを殺そうとした。その偶然の巡り合わせが事件をこんなにややこしくしてしまったんだ。神がかり的。90。そう、ならその本島さんを殺そうとしたもう一人は
なんでフィルムを合成してまでそんなトリックを仕掛けたんだろう。その人がそのトリックでごまかそうとしたのは凶器、犯行時間、浮気、犯行時間。そうだ、その人は犯行時間をごまかして自分のアリバイを作りたかったんだ。このトリックを使ったのはこれによって完璧なアリバイが証明できたあの人に違いない。911ならあの人は俺たちが現場に到着する前にどこからあの部屋に入ったんだろう。ドアから、窓から、隠し扉から、ドアから。そう、あの人である以上ドアから入ったに違いない。912しかし元島さんの部屋のドアには鍵がかかっていたはずだ。あのドアには春尾さんが持っていたもののほか2つの合鍵があった。あの人はどの鍵を使って部屋に入ったんだろう。鍵はかかっていなかった和尚が持っていた鍵、元島が持っていた鍵、これ。そうだ、あの人は初めから鍵を持っていて部屋に入った時に元島さんの死体にその鍵を持たせた。そしてその後で鍵のかかっていないドアの鍵を開けるふりをしてみせたんだ。よし、今回の事件の概要ははっきりした。本堂でおっちゃんに眠ってもらってこれで事件は解決だ。次に間違った選択肢を選んだ時を見ていきます。興味ないよという方はチャプターを作ってるので推理章に飛んじゃってください。では行きましょう。91まず今回の事件の被害者の本島さん直接の死因となった凶器はスタンドのコード。確かに死体の首はコードで絞められていたけど首を絞めたのは殺された後だったよな。凍ったプリン。おいおい、ポワロの芝居と間違えてないか。92ではこのナイフ犯人は、直接刺した。犯人が直接刺した。そんな証拠はどこにもなかったはずだ。元島が自分で刺した。元島が自殺するそんな動機はなかったじゃないか。93ボウガンの威力は強力だからかなり遠くからでも殺害可能だ。犯人がボウガンを撃ったのは金付堂。金付堂は元島さんの部屋を狙撃するには遠すぎるし、そこから撃ったという証拠が何もない。本堂の向かい側、ボウガンが見つかったのは元島さんの部屋とは反対側の本堂の縁の下だった。ここから元島さんの部屋を狙った可能性も考えられるが、一体誰がどうやってそこから撃ったんだ。94ボウガンで元島さんの部屋を狙うにしても本堂にはすだれが降りていて狙撃は不可能だ。犯人はこうやって元島さんを狙撃したに違いない。本堂の上を越えていった。本堂の上に向かって撃って放物線上の軌道で狙撃すれば、いや無理だ。狙いをつけようがない。すだれを突き抜けて撃った。ボウガンは強力だからすだれを突き抜けて撃つことも。でも元島さんが見えないんじゃ狙いがつけられないし、第一すだれに跡が残るはずだよな。95しかし犯行後みんなが大騒ぎしている時にすだれを下ろしに行ったような人物はいない。やはりこのトリックを使ったのだろうか。ボウガンを使ってすだれを打てば降りないだろうか。降りないこともないかもしれないけど、すだれに傷が残るし確率も低い。ちょっと考えにくいな。今度こそプリン。そうだ、プリンを使って。何をしたって言うんだ。96しかし元島さんの死体は窓から見えない部屋の中央に倒れていた。あそこに元島さんがいたとしたら窓の外から棒が狙えるわけがない。やはりこうして狙ったに違いない。跳ね返らせた。ナイフがどこかに跳ね返って元島さんに当たるように撃った。そんなこと跳ね返った後もないぞ。追尾式ボウガンを使った。ナイフにもボウガンにも追跡機能のようなものは見当たらなかったぞ。こんなことできるはずがない。97しかしそれならなぜ死体は部屋の中央に倒れていたんだろう。刺された反動で動いた。いくらボウガンの威力が強くても反動であそこまでは動かない。死んだ後に動いた。おいおい、ゾンビじゃあるまいし、死んでから動くかってーの。98しかしちょっと待て。目撃証言では元島さんは絞殺されたという。この食い違いはどこから来たんだろう。目撃者が見た殺害現場の光景はやっぱり錯覚。おっちゃんは錯覚だと言っていた。確かにその可能性もないとは言えない。しかし目撃者が2人もいる以上錯覚と決めつけることはできない。本当の殺人、鍵穴から目撃された犯行こそが本当じゃないだろうか。でも鑑識の話では元島の死因はナイフによるものだし、首を絞めたのは直接の死因にはなっていない。目撃証言としては矛盾している。99さあここがこの事件のポイントだ。犯行後俺たちの前に部屋に侵入した人とは誰なんだ。
その動機は一体何なんだ。そもそもこの事件の時、本島さんを殺そうとした人は何人だったんだ。1人。しかしそうすると色々と辻褄が合わないところが出てくる。辻褄の合わない2種類の凶器。これはやっぱり事件が計画してなかった予想外の展開をしたということだろう。3人。もしかしたら犯人は予想以上に多かったのか。本島さんを殺したいと思ってた人間はかなり多かったみたいだ。いや、しかしそれを証明するものは何もない。予想で物を言っていてはしょうがない。9、10。そう。なら、その本島さんを殺そうとしたもう一人はなんでフィルムを合成してまでそんなトリックを仕掛けたんだろう。その人がそのトリックでごまかそうとしたのは、凶器。実際はナイフで殺したのに考察したと見せかけたかったのだろう。しかしどちらが本当の凶器かなんて調べれば分かってしまう。意味がない。浮気。浮気？誰が浮気をごまかそうとしたって。9、11。ならあの人は俺たちが現場に到着する前にどこからあの部屋に入ったんだろう。窓から。あの犯行現場に自由に出入りができたのは窓だった。けどあの人がわざわざ窓まで行ったとは考えにくい。隠し扉から。おいおい、あの部屋にそんなものあったっけ？ &92。しかし本島さんの部屋のドアには鍵がかかっていたはずだ。あのドアには春尾さんが持っていたもののほか2つの合鍵があった。あの人はどの鍵を使って部屋に入ったんだろう。鍵はかかっていなかった。実は鍵がかかっていなかったんじゃ。いや、鍵がかかっていたことはリエさんも確認している。和尚が持っていた鍵、和尚が持っていた鍵だろうか。でもどうやったら和尚から鍵が奪えたんだ。証拠が何もない。っていう風になるんですね。おお、毛利くん来たな。ああ、警部殿。皆さん本堂にお集まりで何かあったんですかな？あ？君が皆を呼ぶように言ったんじゃなかったのかね？私が？おっちゃん、ごめんな。キャッ！そうです。警部殿、今回の事件は全て解決しました。なんだって？工藤のやつ、始めよったな。お父さん。いやー、今回の事件はややこしい事件でしたな。それで私も最初時子さんが犯人かと思い込んでいましたが、しかし彼女はこの事件には関係ない。しかし毛利君、時子さんが犯人ではないとすると犯人は一体誰かね。もしやもうすでにこの寺から逃げてしまった。いいや警部、犯人はちゃんとここにいますよ。それどころか今この本堂の中にいる。何？まさか。バカな。確かかね、毛利君。犯人は本当にこの中に。間違いありません、警部殿。今からその犯人と犯人が使ったトリックについて暴いてみせます。奇妙な事件でした。お集まりの皆さん、今回の事件のポイントは、たまたま同じ日、同じ時刻に2人の人間が本島さんを殺そうと計画し、実行したことによるものなのです。すると毛利君、共犯者がいたということか。いいえ、警部殿。犯人はそれぞれ別々に単独で犯行に及びました。たまたまその犯行を実行した時刻が全く同じ時だったのです。順を追って説明しましょう。まず今回の事件は殺人現場を見たというリエさんの知らせによって始まりました。しかしリエさんが見たのは殺人の現場ではなかったのです。しかし毛利君、目撃者はリエさん一人じゃない。二人の人間が殺人を目撃しているのだぞ。無論リエさんたちが本島さんが首を絞められているところを鍵穴から見たということは本当です。しかし考えてみてください。その光景はあくまで影でしかなかったのですよ。影って。でも私、確かに見たんです。部屋の中で争っている音も聞いたし、あれが殺人現場じゃないっていうなら何なんですか？並び方。終業式か。そう、まさしく影なんですよ。文字通りのね。あなたはスクリーンに映し出された映像の影を見て、録音された音を聞き、それが本当に起きていると思い込んでしまったんです。無理もないです。突然のことでしたし。隣で慌てて騒ぎ立てるもう一人の目撃者もいましたしね。しかしあなたが見たのは殺人の現場ではない。あれはあらかじめフィルムに焼き付けられた黒いシルエットでしかなかったんです。シルエットってまさか。
そう、我々は映写している映像にシルエットが出れば、それは誰かが映写機の前に立ったため影ができたと思ってしまう。しかし考えてみてください。影のある映像をスクリーンに映すには別に映写機の前に立つ必要はない。初めから影の映った映像を映しさえすれば済むことです。そんな、あの時スクリーンに映っていたのは私たちの出た実習制作の映画です。あの映画を先週見た時は影なんて映ってませんでした。その映画のフィルムが2本あったとしたらどうですか。1本には影がなく、もう1本には影が合成されていた。リエさんはもともとあの映画を見て知っていた。だからその映像に影が映っているのを見たとき、余計に誰かがそこにいて映写を遮っていると思ってしまったのです。まさかもう1本同じ映画に影を合成したフィルムがあるなんて思わない。犯人はそのあなたの思い込みを利用したんですよ。しかし毛利君、リエさんは部屋の中から物音も聞いているんだぞ。映画のサウンドトラックに録音された音を聞かされていたんですよ。しかしそんな偽物ならどこか不自然だと気づかないもんかね。そう、普通の状況であったのなら影や音に不自然さを感じたかもしれませんが、しかしリエさん、あなたが目撃した状況を思い出してください。あなたは板谷さんに本島さんが殺されていると何度も言われて興奮した状態で部屋を覗いています。そうや、これは一種の心理トリックやな。人間冷静に観察すれば簡単にわかることでも、初めにこうと思い込まされてから見せられると案外簡単に騙されてまうもんや。目撃者が多かったらっちゅうもんやない。一緒にいた目撃者の言葉に騙されてまうことかてあるんや。そうね、それに小さな鍵穴から覗いたんじゃ余計区別はつきにくいわね。なるほど。じゃあそのトリックを仕掛けた犯人って。そう、そんなことができるのは一人しかいない。ビデオや映写機など劇団の映像関係の機材を一括管理し、もともと映画を撮っていてフィルムのトリックや細工についても詳しい人物。しかもリエさんと一緒に現場にいて彼女を誘導できて、そしてリエさんの証言によってアリバイが証明されている。このトリックを仕掛けたのは板谷さん、あなただ。なるほど。では板谷さんが本島さんを。あいつが認めるの早いな。もう少し粘れよ。板谷君。板谷さんが使ったトリックを順を追って説明しましょう。板谷さんは学生時代映画を撮っていたことがあるので、フィルムの撮影、編集や合成の技術については詳しかったはずです。特撮映画で使われるトリック撮影にスクリーンプロセスという技術があります。あらかじめ撮影した映像を背後に映してその前で演技をする。昔の映画で列車の窓の外に流れる風景などに使われました。板谷さんはこの方法を使ってあらかじめ影の入った映像を撮影しておいたわけです。つまりまずスクリーンに映画を上映し、その映写機の前で誰か別の人を絞め殺しているような演技をして、その時スクリーンに映った影のある映像をカメラで撮影してフィルムに収めておいたのです。本島さんは女性に関していろいろ問題が多かったと聞きます。絞め殺される役として協力してくれる人間にはおそらく困らなかったでしょう。板谷さんはこの合宿で本島さんが映画の上映会を開くと聞いて、このトリックを思いつき、これで自分のアリバイを証明できると考えた。そして映画のフィルムの他に影入りのフィルムを完成させてやってきたわけです。そして板谷さんは殺人計画を実行に移しました。ポアロでは毎日同じ時刻に通し稽古をしていました。しかし時間にルーズな人が多く、毎回のようにリエさんが迎えに行っていました。板谷さんはその時間を狙ったのです。まず本島さんを睡眠薬か何かで眠らせておいて、鍵穴から見えない窓辺に寄りかからせておく。死体のシャツの背中が窓枠の形に汗で湿っていたのが、本島さんが死の直前まで窓辺に寄りかかっていた証拠です。そしてこの時板谷さんは本島さんが持っていた部屋の鍵を抜き取っておきます。そして鍵穴から見える位置に映写機とスクリーンを設置しておきます。かけてあるフィルムはもちろんあらかじめ撮影してあった影入りのものです。そして隣の自分の部屋から伸ばしてきた延長コードに
映写機の電源コードを差し込んでおきます。この時は延長コードのコンセントを抜いておけばこれでセット完了です。部屋を出て本島さんから抜き取った鍵を使ってドアをロックして自分の部屋に戻って時を待ちます。リエさんが本島さんを呼びに来るタイミングをね。やがてリエさんが本島さんを呼びにやってきます。板谷さんは彼女が本島さんの部屋の前に来たところを見計らって延長コードのコンセントを差し込みます。映写機は回り出し、スクリーンには格闘する2人の影が、そしてスピーカーからは争い合う音が流れ出します。リエさんが中の様子を不審に思って声をかけた。タイミングを見計らってさも彼女の声を聞きつけた風を装って部屋から出ていきます。鍵穴から中を覗き、そして本島さんが殺されていると騒ぎ立て、リエさんを煽っておいてリエさんにも中を覗かせたんです。そしてリエさんに合鍵を取ってくるように言って現場から離れさせます。この隙に板谷さんは部屋の鍵を開けて中に入り本島さんを考察する。考察？しかし毛利君、本島さんの死因は刺殺だったはずじゃないかね。そうです。板谷さんの計画ではこの時に本島さんを考察しリエさんに自分のアリバイを証明させるつもりでした。しかし部屋に入った板谷さんは愕然とします。その時本島さんはすでにナイフで刺殺されていたのです。一体誰がいつ本島さんを殺したのかね。そのことは後で説明します。今はその後の板谷さんの行動を説明しましょう。部屋で本島さんの死体を発見した板谷さんは慌てます。これでは自分の計画が実行できない。でももたもたしていたのではリエさんが誰かを連れて帰ってきてしまいます。板谷さんは慌てながらとりあえず最初の計画通り行動することにしたのです。板谷さんは映写機にかけてあったフィルムを影の入っていないものに差し替えます。そして映写機の電源を部屋のコンセントに移して延長コードは窓の外へ、そして鍵は本島さんのポケットに戻しておいてから映写機のスイッチを再び入れて影なしの映画を上映して自分は本島さんの部屋を出ます。鍵はかけずにね。それから自分の部屋に戻り延長コードを引っ張って回収します。板谷さんたちの部屋にあった延長コードには地面を引きずったような土がついていましたよ。以上の作業を済ませた板谷さんは再び本島さんの部屋の前に戻り、リエさんに呼ばれたみんながやってくるのを迎えます。そして春尾さんから鍵を受け取って自らドアを開けたのです。そう、すでに開いているにもかかわらずわざわざ鍵を開けるふりをしてね。そうか、それで板谷さんは春尾さんをせかして鍵を受け取ったのか。私は井戸の外にフィルムを発見しました。おそらく証拠として見つかるのを恐れて捨てたのでしょう。井戸の底なら見つかるまいと思ったのでしょうが、残念でしたな。この寺はからくりだらけ、井戸の底には水はなく地下通路だったわけです。このフィルムを見れば全てがわかりますよ。影の正体もね。どうです板谷さん。そうです。確かに僕は本島を殺そうとしました。どうして？許せなかったんだよ。ユキコさんのことをあんな風に扱って、彼女が自殺までしたのに全然気にもしてない。板谷君、ユキコのこと。毛利さん、確かに僕はあなたの言う通りのトリックを使って本島を殺すつもりでした。計画ではね。でもあなたの言う通り本島はもう死んでました。僕は殺してません。では一体誰が本島さんを殺したんだね。それが君が言ってたもう一人の犯人かね。そうです。この事件が奇妙な様相を呈していたのはまさしく板谷さんが本島さんを殺す計画を実行していた時、別に本島さんを殺す計画を実行していたもう一人の犯人がいたからです。それが本島の背中にナイフを突き立てた人間ちゅうわけや。そう、その人こそ今回の殺人事件の真犯人であります。それは誰かね。本島さんが殺されたトリックから説明しましょう。警部殿、我々は本島さんの背中に刺さっていたナイフは
室内で何者かが直接刺したものだと思い込んでいました。現場の窓は開けたままになっていた。だから犯人はリエさんたちに目撃された直後にそこから逃亡したアリバイのないもの、つまり時子さんか木戸さんあたりが怪しいと考えていました。しかし板谷さんのトリックを考えれば、犯人が本島さんを殺せたのは板谷さんが仕掛けをして部屋を出てから再び部屋に入るまでのわずかな時間、しかもその時間の多くは板谷さんか理恵さんが鍵穴から部屋の中を覗き込んでいたのです。板谷さん、犯人の姿は見ましたか？いいえ、全く。理恵さんは？私も見てません。そんな状況で犯人は窓から部屋に忍び込んで本島さんを殺害し、窓から出て行ったというわけです。何かおかしくはないですか？確かにタイミングが良すぎる。無理があるな。しかしもし犯人が犯行時間にあの部屋にいなかったとしたらどうです？それはどういうことかね。現場の窓が開いていたのなら別の可能性も出てきます。板谷さんは本島さんを窓枠を背にして寄りかかるように座らせていた。ちょうど窓から背中が見えるようにね。それに凶器のナイフの柄には何か細いものを強く押し付けたような傷がついていました。つまり飛び道具やな。どこか本島の部屋の窓が見えるところからナイフを打ち出せる武器で背中を狙って撃ったわけや。そう、本堂の縁の下でコナンがこんなものを見つけてきましたよ。これはボウガン。そう、ナイフの柄の傷はボウガンで打ち出した時についたものなのです。このボウガンに細工をしてナイフを打ち出せるように改造しておく。そしてそれを使って本島さんを狙い撃つことのできた人物。そう、本島さんの部屋に向かってまっすぐに車線が通る場所、つまり離れにいた菊村義恵さん。本島さんを殺した本当の犯人はあなたです。何を言ってるの？私がなんで？大体私にはアリバイがあるわ。私は犯行時刻ランさんたちとずっと一緒にいたわ。ええ。そう、あなたは自分のアリバイを立証するため犯行時間にランたちを離れに呼んだのです。あなたは離れにお茶をしないかと言ってランとコナンを呼んだ。しかしずっと2人と一緒にいたわけじゃない。いいえ、一度も離れを出てないのはあそこにいたみんなが知ってるはずよ。そう、離れは出てません。ただし長芝へは何回も行っている。あなたはお茶の間長芝へ容易に立っても怪しまれることはないと考えた。そして離れの長芝には窓がある。ご存知でしょう。あの窓から本島さんの部屋へまっすぐに視界が開けているんですよ。間には本堂がありますが本堂には壁がほとんどない。あなたはあらかじめ長芝にボウガンを用意しておき、席を立った時に窓から本島さんの部屋を狙ったのです。窓から見えている本島さんの背中めがけて。こうして離れた場所からあなたは本島さんを殺すことができたわけです。なるほど。まさかナイフが飛び道具として使われていたとは。いや、めっちゃ偶然じゃん。本島さんがボウガンで狙いの位置にいたって。うっかり住職が本堂を横切ってたら死んでたな。もともとボウガンは専用の矢を飛ばすために作られたものです。しかしその威力は銃にも匹敵するほど強力だ。そしてある種のナイフをボウガンにセットすれば打ち出せるように改造すればこのようなトリックも可能なのです。なんだ、大した推理力ね、探偵さん。でもあなたの推理には致命的な見落としがあるわ。おう。犯行後に見たとき、あの本堂にはすだれがかかっていたじゃない。この位置にすだれがかかっている限り、離れから本島の部屋をボウガンで狙うなんて真似はできないわ。離れの台所から本島の部屋を撃とうとすれば、必ず本堂を抜けて撃たなければならない。でもここにすだれが下がっている限り、犯行は不可能なのよ。そういうことを言う時点で犯人って確定してるよな。
そんなこと普通考えないよな。犯行に関わってなかったらな。あなたの推理は成立しないわ。そう、もし犯行時にもここにすだれが下がっていればですね。どういうこと？だってここは犯行があった時から誰も手を加えていないはずでしょ。誰にも犯行後にすだれを下ろすことはできなかったはずよ。では説明しましょう。あなたはあらかじめ本堂のすだれを巻き上げておいたんです。犯行時に本島さんの部屋が狙えるようにね。そしてすだれの周りを留める紐を蝶結びにしておく。この蝶結びの端を引っ張れば、この結び目は簡単にほどけてすだれは再び下がるわけです。そしてその蝶結びの端にもう一本の長い糸を結んでおく。この結び方は蝶結びの輪を片方だけ作ったものです。こう結ぶと糸を2本一緒に引っ張ればほどけず、片方だけ引けば簡単にほどけるんですよ。あなたはこうやって結んでおいた糸の2つの先端を離れの台所まで引いておいた。そしてボウガンで本島さんを撃った後、まず2本同時に引っ張り、すだれを結んだ紐を外してすだれを下ろします。その後今度は糸の片方だけを引いて糸の結び目を解き、そのまま糸を回収すれば証拠を残すことなく離れにいたままで本堂にすだれを下ろすことができるんですよ。失敗しそうなトリックだな。そうやってあなたは犯行後にこの本堂にすだれを下ろしたんです。でもそんな長い糸をどうやって回収したっていうの？私は離れでそんなに長い時間席を立っていなかったわ。あなたは台所から戻ってきた時に言ったそうですね。煮物を焦がしてしまったと。そう言い訳すれば怪しまれないと思ったのでしょう。つまり換気扇をつこて自動的に糸を巻き取ったというわけや。あなたの離れの台所の換気扇に糸が絡みついているのを見つけましたよ。回収しとけよ。仮に あなたの言う通りだったとしましょうか。でも証拠がないわ。私が真犯人だという証拠はどこにあるの？いや、吉江さん、あなたは自分が犯人だということを自分で証明してしまっているんですよ。離れでお茶を飲んでいる時、あなたは蘭に本島さんは派手好きだから気をつけろと言ったそうですね。今日も赤いシャツを着ていたでしょうとね。それが何だっていうの？しかし今日本島さんは赤いシャツなんか着ていなかったんですよ。今日本島さんが着ていたのは黒いシャツだった。本島さんは夕食後、理恵さんにコーヒーを運んでもらった時にうっかりシャツをこぼしてしまったんですよ。そのため本島さんは赤いシャツに着替えたんです。黒から赤にです。その後本島さんは板谷さんの他には誰とも会っていない。つまりあの時点で本島さんが赤い服を着ているのを知っているのは実際に殺す瞬間に彼の姿を見た犯人、つまり吉江さん、あなたしかいないんですよ。もう吉江、お前の負けじゃよ。いや、わしらの負けと言うべきかな。そうだよ。やっぱりあんなことやめるべきだったんだ。後から言うなよ。あなた方も共犯なのですかな？いや、本島さんを殺したのは吉江さんの単独の犯行でしょう。しかしその動機となった別の犯罪については和尚さんやご主人の春夫さんも絡んでいます。別の犯罪？和尚さん、春夫さん、戸川里美さんという名前はご存知ですね。全てご存知なのですね。里美さんは古くから自分の家に伝わるこのマークがこの寺の屋根瓦にもあるのを旅行雑誌で見つけたそうですね。ミキさん。里美さんは自分の家と同じ紋章を持つこの寺の存在を知ってこの寺まで一人でやってきたのです。
しかしあなたたちにとって里美さんの出現は不都合だった。そのため彼女をこの寺の地下に監禁したのですね。お姉ちゃんは無事なの？おそらくまだ無事でしょう。何しろ里美さんの処置をめぐって対立した結果、吉江さんは本島さんを殺してしまったのですから。それが動機なのか。全てお話しします。もう僕たちに逃げ場ないのですから。もともとこの寺は去る有力な一族の分家としてできたものなのです。そしてその一族の家宝として古くからこの寺の地下には黄金の像が秘蔵されているんです。金の値打ちだけでも相当な価値があるし、骨董品としての価値となると計り知れません。しかし和尚さんや吉江の家系は一族のものではなく、この寺の管理を任されている立場なのです。それはそれで和尚さんは長い間この寺を守ってきました。しかし私が事業に失敗したことや、もう長い間一族の本家の人との連絡も取れなくなっていたことから、つい欲に目がくらみ、その黄金像を売ってそのお金を山分けしないかと、僕ら夫婦と和尚と本島君の間で計画していたんです。もちろん僕らにその黄金像を売る権利なんてないのですが、どうせ誰にも分かりはしないだろうと。実際事業に失敗してからうちの家計は火の車だったし、本島君は派手な遊びから随分借金を作っていました。しかしそんな折里美さんが寺を訪ねてきたんです。里美さんは行方不明になっていた一族の本家の娘だと分かりました。この寺や黄金像の正当の相続人です。本当なら里美さんにここの財産を全て渡さなければなりません。しかし僕らはもうすぐ手に入るはずのお金のことで頭がいっぱいになっていて、今さらそれを他人に渡すなんて考えられなく、里美さんを力に監禁してしまったんです。しかしその里美さんをどうするかで僕らの間で口論が始まり、内部分裂が始まってしまって、吉江は口封じに殺せと言うし、本島君はそんなことをしたら警察に全てバラすと言い出し、それで殺人に。欲に目がくらみ、手軽に金を手に入れようとした僕らの考えがいけなかったんです。そうか、そういうことだったのか。では里美さんを解放してくれますね。はい、これが地下牢の鍵です。入り口はご本尊の脇ですな。そんなところに。何しろここは忍者屋敷だったわけですからな。忍者屋敷じゃなくて武士屋敷だろ。あれ、俺は一体どうしてたんだ。毛利さん、ありがとう。お姉ちゃんの行方を突き止めてくれて。何ですと。いや、どうってことないですよ。ははははは。言ってろ。それより早く里美さんを助け出しましょうよ。ご本尊の横に入り口があるのよね、お父さん。そうだ。鍵は僕が持ってるよ。警部さんから預かったんだ。動ける。まあおっちゃんが疑り深い性格だったらコナンは活動できなくなるからね。ちょっと話すか、服部。里美さんを助けたらな、おっちゃん。それにしても相変わらずなんで謎を解けたのか。相変わらず恐ろしい才能だ。とうとうお姉ちゃんに会える。早く里美さんを助けなくっちゃ。外には出られないね。早く里美さんを助けなくちゃ。よし、行こう。ここだな。開いたぞ。さあ中に入ろう。これまた戻ることは。こっちは本堂だ。戻っても仕方がない。ダメだと。よし。いた。お姉ちゃん無事だったのね。あたしミキじゃないの。あたし助かったの。ご安心くださいお嬢さん。圧巻どもはこの私名探偵毛利小五郎の名推理で見事一網打尽にいたしましたぞ。お父さん、相変わらず乗りやすい性格だぜ。それはそうと春雄さんが言ってた黄金像ってのはどこにあるんや。あんた見たんか。
黄金像？いいえ、私何も知りませんけど、あの人たちは私をここに閉じ込めて、私が正当な後継者だから逃がすわけにはいかないと。もしかしてそのことなのかしら。ねえ、奥に行ってみようよ。よし、行こう。お、あった。これは。わあ、綺麗。全部金で飾られてるわ。これが正当な継承者の受け継ぐ秘宝っちゅうわけか。黄金像、秘密の守護者。なんでもありません。それにしても綺麗ね。ねえ、お姉ちゃん。お姉ちゃんが正当な後継承者って言うんなら、これ私たちのものってことよね。いくらくらいの価値があるのかな。売っ払っちゃって海外旅行にでも行かない？あんたも和尚たちと変わらんな。ミキ。なんや。あいつは木戸さん？まずい、奴に黄金像奪われたで。逃がすか。いっけー。この時どこでもボール射出ベルトないのになぜボールがあるんだ。うわ、こら、おとなしいせい。木戸さん、あなたがなぜ泣くんだ。こいつ白状せい。わかった。話すよ。取ってつけたようなシーンだな。僕は日本海にある島の出身なんです。その島には昔から黄金像の伝説が伝わっていて、黄金像を手にした者は隠された宝を手に入れることができるというのです。その黄金像がこの寺にあるということを知って、それで僕は劇団ポワルに参加してこの寺を探っていたのです。それで夜中にお寺の中をうろつき回っていたんだね。でもそんな島の伝説にある黄金像がどうしてこんな山奥のお寺に？この寺はもともとその島に住んでいた一族から分かれた分家が建てた寺なんです。そして隠された宝か。どうせそんな伝説なんて当てにならないもんだって決まってるけど、とにかくお姉ちゃんが無事でよかったよ。ありがとうミキ。皆さん本当にありがとう。よかったわね。何はなくとも一件落着ってやつだな。なーに、この私に任せておけばこんな事件ちょいっと。最後まで懲りないな。こうして事件は解決した。ミキさんのお姉さんを救うためにやってきた俺たちは、とんでもない殺人事件まで解決してしまったわけだ。どんな難事件に遭遇したって、この工藤新一、江戸川コナンが解決してやるぜ。小さくなっても頭脳同じ、迷宮なしの名探偵。真実はいつも一つ。終わったかな。おーし。では、軽く感想を述べますと、クリアするだけなら簡単ですね。で、今作は犯人を間違えた時のバッドエンディングが存在しないので、そこが残念かなと思いました。で、ストーリー自体はすごく短かったですね。その理由は最後黄金像がどうたらって思わせぶりな場面があったんですけど、あれが次回作の続編である彼岸島秘宝伝説につながるらしくて、それをやって今回のもすっきり完結するらしいですね。で、トリックとか犯人とかは前回の疑惑の豪華列車よりかは分かりやすかったかなと思いました。それもね、キャラチェンジとかいっぱいしたので、その分ヒントが得やすくなった
ってのもありますし、また縛りプレイでコナン一人でクリアすることを目指すのも面白いんじゃないかなと思います。あと灰原は病気のふりしてる以外は完全に空気でしたね。いなくても良かったんじゃないかと思いました。お、キャラチェンジ16回もしたんだ。名探偵度何%だ。さあゼロダメだこりゃ。まあしょうがない。数日後、よかった、さとみさんすっかり元気になったみたいで。ありがとう、おかげさまで体調もすっかり回復したわ。うん、さとみお姉ちゃん顔色もすっかりいいよ。ちょっとラン、あなたたち喫茶店に来たんだから注文くらいしなさいよね。それでなくても店長から睨まれてるんだから。お世話になったお礼に私がご馳走するわ。何でも頼んで。本当ですか？じゃあ私チョコバナナパフェ。僕はレモンパイ。そういえばレモンパイ好物だもんね、しんいち。ところでねえランさん。はい。あれから私ずっと考えていたんだけど、あの黄金像にまつわる伝説、私もなんとなく覚えてるのよ。伝説？そう、私たちのお母さんが日本海の島の出身で、その島に伝わる黄金像の話を子供の時に話してくれたことがあったような気がするの。じゃあその島へ行けば隠された秘宝なんて見つからなくてもいいんだけどね。私行ってみたいと思っているの、お母さんの故郷の島。なになに、今度は宝探しってわけ？ミキ、お金の問題じゃないわ。黄金像の謎を秘めた島。この事件の本当の意味での解決はまだ先ってことだな。ジエンド。はい。ではこれにて、名探偵コナンからくり寺院殺人事件を終わりにしたいと思います。はい。じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価、コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。